電気自住職三木大雲です。本日はですね、前回の少し似たような話になるかもしれませんけれども、ちょっと今回も呪いの話をさせていただこうと思います。この話はですね、とある夫婦がお寺に来られましてね、このご夫婦の奥様がどうやら呪いにかけられてる。だからそれを三木住職どうか解いてやってもらえませんかって言って、ご主人と奥様が来られたんです。もうこの時のご様子がね、奥様はもう本当にね、もう病気のような、もう本当になんか体調が悪いんですかって聞きたくなるぐらい、こう下を向いて、もうゆっくりしか歩かれないんですね。で、私が大丈夫ですか、椅子には座っていただけますか、そう声をかけても、もうほんのちょっとうなずかれるぐらい、もうね、もう息もはぁっていう感じなんですね。で、呪いっておっしゃいますけども、一度病院には行っていただけましたかってお聞きしますと、そのご主人がもう病院にはかかってね、原因不明って言われてるんです。ですからどうか三木住職、この呪いを解いてやってください。それしかおっしゃらないんですね。でもこれ、体調が悪いのが呪いっていうことははっきりしてるんですかねって私がお聞きしますと、もう後でそれをお話ししますから、とりあえずお経をあげてほしい。そうおっしゃるんで、分かりました、じゃあちょっとお座りいただいて、本堂でご夫婦と共にお経をあげさせていただいたんです。で、ご祈祷をして私が振り返りますと、特に実はこの奥様変わった様子がなかったんですね。まだ下を向いてはあはあという感じだったんです。で、このご主人が三木住職、申し訳ないですけれども、1回でこの呪いが解けるとは思ってませんでしたから、続けて定期的に来させていただいていいですか、そうおっしゃりますんで、じゃあ分かりました、そうさせていただきましょうということで、数回に分けて実はご祈祷させていただいたんですね。で、それから数回数を経た時、ある時ですね、いつものようにご夫婦、奥様もこんな感じで入ってこられて、座ってください。で、お経を始めたんですね。で、お経を始めてずっとお経を読んでますと、急に後ろで何か息をはっと吸うような感じの声がしたんです。で、お経をあげて私がご夫婦の方に向き直りますと、奥様がはっきりとこちらを見てられるんです。そして立ち上がって私に「三木ご住職、本当にありがとうございました。ここ数日のご祈祷ですっかり今日良くなりました」というふうに、もう本当にある日突然パッと治られた感じがしたんですね。で、でもいずれにせよよかったです、よかったです。でも原因何だったんでしょうね。ご主人呪いっておっしゃいましたけどって言ったら、ご主人がいやいや、いいんですいいんです、これで良くなったんで、もう原因は何でもいいんですって言って、ご夫婦家へ帰られたんです。で、それからそうですね、1週間もしないぐらいでしたかね、このご主人だけがお寺に来られましてね。で、その様子っていうのも、ご主人が今度は僕に呪いがかかってるみたいなんです。非常に息をはあはあして「大丈夫ですか、分かりました、じゃあ奥様の時のようにお経をあげさせていただきましょう」ということで、その日も早速お経をあげたんですけれども、終わって振り返りますと、またご主人が「また次すぐに来ますんで」って言って帰っていかれたんですね。一体原因は何だろうなと思いながらも、このご主人と数回ご祈祷させていただいたんです。そうしますと、だんだんとこのご主人の様子が変わっていくんですね。3度目のご祈祷だったと思うんですけども、来られた時にご祈祷が終わって、私が「ご主人、今日もご苦労様でした、またじゃあ次回頑張りましょうね」、そういうふうにお声をかけましたら、このご主人が「ほんまにお前力ないよな、なあ三木住職、お前ほんまは分かってんやろ」、急に人が変わったような少し高圧的な言葉で私に喋ってこられるんですね。で、分かってるとはどういうことですか。いや、お前ほんまは分かってんやろ、俺がもう一人鏡の中にいるの分かってんやろ、そんなことをおっしゃるんです。で、いや、鏡と申されますとどういうことですか。詳しくご主人にお話を聞くと、どうやら鏡の中にもう一人自分がいる、そうおっしゃるんですね。例えばお風呂の中で髪の毛を洗ってると、後ろから視線を感じる。ちょうどその後ろが鏡なんだそうです。
お風呂の中の鏡の中から誰かに覗かれてる、そういう意識を感じるらしいんですよね。でシャワーを全部洗い流してパッと振り返ると、一瞬鏡の中の自分が遅れて振り向くそうなんですよ。それまではじーっとこっち見てたのに、自分が振り返る瞬間パッとそれに合わせてやってる。あの鏡の中にもう一人自分がいるんや、それを分かってるやろ、そんな風に私におっしゃるんですけれども、いやいや私はそこまでちょっと分からなかったんですけれども、そうお話しすると、この男性が分かった分かった、また次回ご祈祷来るから、そんな風にして帰っていかれたんですね。でそれから数日後、またご祈祷を受けに来られた時、この男性がいつものように「はあはあはあ」とおっしゃってる。で「ご主人大丈夫ですか?」って言ったら「うるさい、いいから早起きをあげろ」、そんな風な口調に変わってられたんですね。で「どうぞどうぞ椅子に座ってください」、座っていただいて、そこで気づいたんですけど、このご主人右半分だけきれいに剃髪されてるんですよ。要するに私の頭のように髪の毛を剃ってられたんですね。もしかするとそういうファッションがあるのかなと思って、私あえてこのことには触れなかったんですけれども、おかしいっていうことが分かったのは、近くでお顔があった時、実は右の髪の毛を剃ってられるだけではなくて、左の眉毛も剃ってられたんです。でなんか急に髪の毛を剃られたなと思いながらも、半分は残ってられますから、そういうファッションからいいやと思って、私そのままご祈祷をいつものようにさせていただいたんですね。でご祈祷が終わって「ご主人今日はお具合どうですか?」そう声をかけますと「一緒や、やっぱりお前が俺の家に来てお経を唱えてくれへんかったらこれは治らん、なんせ呪いにかかってんやからな」、そんな風なことをこの男性がおっしゃるんですね。じゃあ分かりました、じゃあ次回ですね、私がご主人の家に行ってお経をあげさせてもらいましょうかって言うと「そうしてくれ、頼む、あの鏡の中のやつにそう言うてくれ」、そうおっしゃって帰っていかれたんです。数日後、私そのご主人の家に行きまして、玄関先をガラッと開けましたら、左手に下駄箱があるんですけれども、下駄箱のところに鏡が貼ってあった。でもこの鏡よく見るとバキバキに割れてるんですよ、ひびが入って。でここ鏡が割れてるなと思いながら、何かあったのかなと思って玄関先で「すいません、ミキですけれどもご祈祷に来ました」そう声をかけると、奥から男性が「勝手に上がってこい」、ほんで2階も見て回れ、家中におかしいとこないかお前が見て回れ、そんな風に声をかけられるんですね。じゃあすいません、上がらせていただきますよって言ったら「勝手に上がって家中見ろ」、そうおっしゃるんで上がらせていただきまして、一番最初玄関から階段があったので2階へ上がらせていただいて、2階の中の様子を見させていただいたら、ベッドが2つある、どうやら寝室のようなんですね。でその寝室の脇のところに三面鏡があったんですけれども、この三面鏡もガラスが全てひびが入ってたんです。おかしいな、何か喧嘩でもされたのかな、そういえば奥さんおられないなと思って、私1階降りていきまして、台所の方に向かいますと、台所の椅子にもう本当にへたるようにしてご主人が座ってられたんで、ご主人に「こんにちは、今2回見せていただいたんですけれども、時に奥さんどうされたんですか?」って言ったら「逃げよった、もうええねんあいつのことは」そうおっしゃるんですね。どうやら何かがあって仲違いされて出て行かれたそうだったんです。私はそこで詳しいことはお聞きしなかったんですけれども、ご主人三面鏡が割れてましたけどって言ったら「そうや、割りよったんや」そうおっしゃるんですね。もしかすると奥さんが喧嘩して割られたのかなと思って「玄関のガラスもそうですか?」って言ったら「そうや、あいつが割りよった」「ああそうですか、じゃあとりあえずここでお経を読ませていただきましょうか」って言ったら「いや、風呂場へ行け、風呂場が一番怪しい」そうおっしゃるんで、私風呂場へ行きますと、ご主人が語ってたいつも髪の毛を洗うとパッと振り返った時のこの鏡もひびが割れてたんですね。でひびが入ってますね、ここにも。ここも割られたんですかって言ったら「そうや、あいつに割られた」で時に先ほどからあいつあいつとおっしゃるそのあいつとは誰のことですか、そうお聞きしますと「鏡の中のもう一人の俺や」そうおっしゃるんですね。でもう一人鏡の中のあなたがおられるとこれどういうことですか、もう一度私がお尋ねしますと「もう気づいてるやろ、俺の髪型半分こっちは剃ってる、こっちはそのまま眉毛も剃った、
こんなかっこ悪いことを真似しよると思わんかったんや。鏡の中のあいつはこんな変な髪型したら多分かっこ悪がってそらへんと思ったけど、鏡を覗くとそっとった。そんなことをおっしゃるんですね。いやいやご主人、それは当然鏡はご主人を映し出すもんですからって説明したんですけれども、いや違う。なんで違うか、そう違うと言い切れる理由がある。そうおっしゃるんです。お話をよくよく聞きますと、半分になった髪をこういうふうに髪を解くときに長い方だけを下にして髪の毛がない方を上にして横を向いてシャンプーされたそうなんです。そうするといつものように後ろから視線を感じる。でシャンプーを流し切る前にパッと鏡の方を見たそうなんですよ。そうしたらその鏡の中で髪の毛がもちろん半分がない姿、眉毛が半分ない姿でこっちを見ながらニヤニヤ笑ってたそうなんです。お前やっぱりお前俺じゃないやろって言ってその男性が言うと、鏡の中のその男性がぐっと拳を握って鏡に向かってパンチをしてきた。その時にこの鏡がバッとひびが入って、後で気づくと家中の鏡にひびが入ってたんや。これは呪いのせいや。その男性はそうおっしゃるんですね。じゃあ分かりました分かりました、とりあえず私今からお風呂場でお経をあげさせていただきますということで、そこでご祈祷をさせていただいたんです。でご祈祷を数十分してしばらくすると、誰かが息を吸うような声がした。もしかしてこれ奥様が元に戻られた時にこのと息を吸う音がしましたから、もしかするとご主人も治ったのかなと思ってご祈祷を終えてパッと振り返りますと、そのご主人が深々と私に頭を下げて、三木住職すいませんでした、今までなんかイライラする気持ちでなんか言葉まで高圧的になって申し訳ありません、どうやら私体が楽になりました、これで呪いが消えたように思います、そんなふうなことをおっしゃるんですね。でそうでしたか、よかったですよかったです、いやもうちょっと今までいろんな無礼をしましたんで、どうかちょっとお茶でも出しますんで飲んでいってください。今までの男性と全く違う態度で私に接してこられるんです。どうやらなんか呪いなのか何かついてたのか分かりませんけれども、解決したな、よかったなと思って、そうですか、じゃあお茶をいただいていきますということで、そのご主人と2人台所でお茶を飲みながらいろいろと話をしてたんです。ご主人が一番最初奥様連れてこられましたね。でこの時にご主人がこの家内は呪いにかかってるんですっておっしゃってましたけど、あれなんで呪いって原因が分かったんですか、そうこのご主人に尋ねると、あれね、私が家内にかけてたんですよ、そうおっしゃるんですね。ごめんなさい、どういうことですか。いや私ね、呪いをかけるのが好きでしてね、一つには精神を異常にする呪い、これうちの家内にかけてたんです。体の調子が悪くなる呪い、これとある人にかけてたんですよっておっしゃるんですね。で三木住職よく言うじゃないですか、呪いって人にかけたら帰ってくるって言うでしょ。三木住職のところでお経をあげてもらうたんびにね、私の対象がどんどんおかしくなっちゃいましてね、半分笑いながらそうおっしゃるんですよ。でいやなんてひどいことするんですか、そう言うと、うちの家内もそう言いましてね、それで出て行ったんです、そうおっしゃるんですね。でいやいやでも呪いをかけるってどういうふうにしてですかって私が尋ねると、その男性が、いや三木住職よくご存知じゃないですか、この話されてますよねって言うんですよ。私お会いしたことありましたっけって言うと、そっか言ってなかったかって言って私の方をパッと見て、ほらレンタル彼女の話、犯人僕なんですって言って、前歯刈羽なんですよ、そういった歯を外されたんです。どうやらレンタル彼女の犯人がこのご主人だったようなんですね。私その瞬間ゾッとしたんですけれども、と同時に一つの疑問が湧いたんです。ご主人ね、なぜ人に対してこんな嫌な思いされる呪いをかけるんですか。ご自身も苦しまれたでしょ、なぜ呪いをかけたんですか。この質問をすると、その男性突然パッとなんか背筋を伸ばされましてね、こんな話をしてくださったんです。三木住職、実はですね、私以前に結婚詐欺にあったんです、そうおっしゃるんですね。
結婚詐欺にあってご両親が歯科医院、歯医者さんをされてたんですけども、その建物すらも売らなくちゃいけないぐらい大金をその女性に持っていかれた。最終的にその女性は今どこにいるかわからないんです。私はだからそれ以来、私の両親も私も苦しめたその結婚詐欺に仕返しがしたい。ただこの結婚詐欺がどこにいるのかわからないんで、とりあえず女性なら誰でもいいから呪いをかけてやろう、そんな風に思って今やってるんです、そうおっしゃるんですね。ですけれども最終的にあなたが苦しむじゃないですかって言ったんですけど、僕が苦しむのはいいんです。僕が苦しんでも世の中の女性にこの恨みさえ話せれば自分はどんなに苦しくてもいい、そんな話をしてくださったんですね。で、私この男性にこんな話をさせていただきました。人間にとって一番簡単なことは何だと思いますか。そう言いますと何ですかねって考えてられたんですけど、これ私は思うんですが、人間にとって一番簡単なことは人を恨むことですよ。ですから人の悪口を言ってみたり、人を批判すること、これはね、言葉さえ覚えてしまえば小学生でもできることなんです。小さな子供さんにね、映画を見せて、あの映画の悪いとこ教えてって言ったら、こういうとこが面白くなかった、いくつか上がりますよ。簡単にできることですから。批判で、やがてそれを恨みにまで持っていくことも簡単にできてしまうんですね。ですけども、じゃあ逆に私たち人間にとって一番難しいことは何か。そう言いますと、一番人間にとって難しいことは人を許すということだと私は思うんですね。で、人を許すことができない人は現弱を本人、前回の動画でもお話ししましたけれども、必ず人を恨んだら自分のところへ戻ってきます。で、人を心配したり人の幸福を願うと、それももちろん自分のところに戻ってきます。いい思いを出すか悪い思いを出すかは私たち個人に託された一つの、私は修行だと思うんですね。ですからこの男性に、もちろん結婚詐欺に遭われたことは非常に悲しいことですし、この男性にとっては非常に腹立たしいことで恨みが出てしまうようなことだとは思うんですけれども、どうかこれからは人を恨まずに生きていただけませんか。そうすることでご主人の運命も人生も大きく変わると思うんです。そうお話ししたんですね。そうするとそのご主人泣きながらこうおっしゃいました。今からでもこの僕の作った罪は本当に消せるんですか。おっしゃるんで、消せます。実は私は日蓮宗の僧侶をさせていただいております。日蓮宗の中では法華経というお経を読むんですけれども、この法華経の公約の一つが罪を消す罪障消滅経、罪を消すお経だというふうに説かれてますので、どうかですね、よければ日蓮宗のお経を唱えていただけませんか。そうお話ししてから、その男性頑張って写経をされるようになったんですね。それから数年後、この男性は今まで人を恨んで生きてきた自分を悲しく思って、今では人の幸福、自分が見たこともないような人たちの幸福を願って写経を続けておられます。ということで、皆様もどうか自身が幸せになるためにも、周りの人を幸せにするためにも、恨み怒りの念を持たずに、できればですね、悪口とかを出さないようにして生きていっていただけたらなというふうに思います。ということで本日もこれで、話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。